はい、皆さんこんにちは。今日は私にとっては珍しく動画生成 AI のお話をしたいと思います。今巷で大人気のフローバ AI というのをご存知ですか？自律型のエージェントとして動画生成に特化したソフトウェアで、今までは動画を作る能力というのがいりましたが、このソフトがあれば、今まで動画生成ってちょっと難しいな、そんな風に思っていた方も、全く難しいことなく動画が作れてしまうということです。先に結果から言いますと、私の漢字では95点ぐらいのイメージがあります。まだ日本語の読みとかいうのがちょっとベオスリーや空と比べると弱いような気がします。でも時間を待っているだけで動画ができるという素晴らしいソフトです。そのソフトはもう YouTube なんかでも先行して解説している方もおられますので、単にこのソフトを紹介するだけじゃ能がありませんので、先生の得意なチャット GPT の GPTs を開発して、フローバ専用にですね、シナリオを作るようなソフトを開発しました。ちょっと見ていただきましょう。はい、タイトルは、オートマチック動画シナリオ GPTs と名付けています。またここでもですね、フローバという言葉を使っているとですね、チャット GPT に、ちょっとそれは規約違反ですとか言われますので、こんなような名前をつけています。実際にどのようにして作ったかというのをお見せします。ソフトを立ち上げていただくとですね、まずは、ステップ1から始めます。こんな風に出てきます。ステップ1動画のタイトル仮を教えてくださいということで、2025年世紀末の戦士というような名前をつけました。いわゆる宇宙の SF ものというか、戦う戦士みたいな動画を作ろうと考えたわけです。次にですね、今回の動画で最も伝えたいテーマや感情を1から3語で教えてくださいと言いましたが、文章のように敵が地球に攻めてきて、それと戦う戦士アニメ、こんな風に言いましたら、もう一度ですね、1から3語にまとめたいので、確認させてくださいと言って例として、勇気絶望からの希望仲間の絆などと言ってきましたので、じゃあそれじゃあお任せという風に返答をしました。次にステップ3としましては、世界観のジャンルは何にしますかということで、学園ファンタジーや近未来、SF 現在ドラマという風に言ってきましたので、近未来 SF このように言いました。そしてステップ4です。映像のタッチはという風に聞いてきました。まずは日本アニメ風と言ったんですが、これはですね、チャット GPT が悪いのではなくて、フローバーの方がですね、ちょっと認識を間違えたような感じに、結果だけを言えばなりました。そして次は尺の長さと聞いてきましたので、3分という風にしました。このソフトは、3分というのを入れたら、一つ一つのセクションを自動的に考えてくれます。そして、横の16対9個のアスペクト比でやりたいこんな風に回答をしました。強し男性地球を救う優しい戦士、20歳相棒は、リサキは強いが正義感があり、美人で、19歳こんな風に言いました。主人公強しで間違いありませんか？もしそうなら主人公強しの情報を1行にまとめてください。先ほどはリサというのも一緒に書いてしまいましたので、このように聞いてきまして、相棒のリサの外見のポイントを教えてください。ということで、リサ19歳優しく勇敢な地球防衛戦士強しと戦う、セクシー系黒髪スポーツルックこんな風に答えました。そしてこの動画に絶対入れたいような設定があれば、教えてください。攻撃型宇宙船で宇宙の敵と戦う、こんな風に回答をしました。念のために確認させてくださいということで、絶対に入れたい要素は、攻撃型宇宙船で宇宙の敵と戦う、この一点で間違いありませんか？他に必要な設定があれば、追加でどうぞ。OK を出しました。ステップ10に進みます。ということで、これまでの情報をもとに、3つのストーリーを書きます。ということで、王道とドラマ性、実践的演出よりの構成こんな風に、3つの提案をしてくれましたので、私の方では2番ということで答えました。そしてステップ11に行きます。そこでシーンをこのようにまとめてくれました。
きっちり3分にまとめてくれたわけです。これでいいですかということで OK をしました。こんな風に質問型で自分の作りたいストーリー。これをキャッチボールしながら答えていくというようなソフトに仕上げています。そうしましたらプロンプトの出力をしますということで、ここからがプロンプトです。シーン1というのがありまして、シーンごとにセリフとかそういうのを入れてくれます。ただしまだフローバーの方もベータバージョンということでこういうような言葉をちゃんとやってくれるというようなことはまだ 100% ではないということはご理解ください。そしてこのようにシーンが6番まであります。そしてその後に全体まとめということでまとめてくれて、アスペクト比率は16対9で、タイトルは2025年世紀末の戦士とか、こんな風にまとめてくれたわけです。そうしましたら、これをコピーします。コピーしてどうしたかというと、このフローバー、AI の方にコピーしたものを、このように貼っただけです。お分かりいただけるように、シナリオとしては100点とは言いませんが、詳細にですね、シナリオができているのでですね。ここから先は一度もですね、NG を出したことはありません。こうやってずっと考えていってですね。ところどころで失敗がないように聞いてくるんですね。いろいろ私はよろしくお願いしますと。ここで言いました。そして画像を作ったり動画を作るたびに、これで進めてよろしいですかということで聞いてきますので、OK という風にしました。Mac で作っているので、ここで OK とかいう風に書いたらですね、コマンドエンター。Windows の方の場合は、コントロールエンターでやるとですね、いちいちマウスでこの送信ボタンを押さなくても、そのまま送信という風になります。そしてこの質問がずっと何回も聞いてきました。これですね。私の方では、ここまで聞いてくれなくていいのになと思うんですが、やはり作ったら、ストーリーボードというのが左にあるんですね。ここに結果ができていくんです。例えばまずは画像を作りますということで、このようにリファレンスいわゆるガイドにできる男性の主人公と女性のビザですね。これらをまず作ってそこから始めます。そして宇宙船とかいうようなものも画像を作っていって、そしてその画像ができたらですね。動画制作にかかっているようです。ですから一つできたら、このようにチェックしてみることができます。マウスを上に乗せればこんな風に再生ができるんです。これを見て先ほど右で言いましたように、一つ一つ確認して間違いがないかということを、OK という風にしながらずっと進んでいったわけです。この辺はずっと画像と動画を順番に作っていっています。そして後半の方に来ましたら、ここのところで音楽を作ってくれました。内容を見ると約10曲ぐらいですね。曲を作ってくれたわけです。そしてその曲も左の方では聴いてみることができます。こんな感じですね。この音楽でいいかということを再生できるわけです。この動画にはとっても良さそうな音楽ができています。これも聴いてみましょう。すごいですね。このように音楽を作ったら次はですね、ナレーションをしてくれたんですが、ここでよく見てください。ナレーションの生成に失敗しました。ということで、日本語のできるプログラムを変えてやってみますということで、自動的にチャレンジをしてくれてます。そしてここでできたようです。このようにして一つ一つ聞くことができるようです。絶対に守り抜くはい。こういう感じで確認することができます。もしここらで大コックばっかり出していきましたが、もちろん違っていたら、違っているという風に言えばいいと思います。そして出来上がった動画というのが、左側のタイムラインというところにできるようになっています。じゃあこれで完成ですので見てもらいましょう。
冒頭にも言いましたように95点だと思います。もうちょっとですね、つなぎの部分いわゆるトランジションとかそういうものもうまくやってくれればさらにいいなというふうに思うんですが。でも今日の動画の最後にとっても素晴らしい機能をお見せします。じゃあ一度聞いてみてください。時間は3分ちょうどに仕上げてくれるようになっています。地球砲ウィ君はついに限界を迎えていた。最後の切り札を出すしかない。強し、レッサー、頼んだ。切り札というのを切り札という風に呼んでしまいました。絶対に守り抜く。行くよ強し、権力で。図が多すぎる。突破するんだ。ちょっと各シーンのつなぎが不自然ですね。まだ終わりない。ここで決める。文字化けしています。日本語にはまだ弱いようです。あ、終わったね。いや、まだ守るべきものがある。こんな感じなんですなんか。これを作品としてコンテストにそのまま出して通るというのには遠い気がします。でもプロンプトを打っただけでちゃんと3分だったら3分に合わせた動画が出来上がってしまうという意味では、今まで5秒10秒の AI 動画を作るようなものと違ってですね。誰でもが動画クリエイターになることができる。これがベータ版から製品版になっていった時にとっても期待が持てるんですが、どれぐらいのサブスク費用になるか、これによっても、たくさんの人が使えるか、いやクリエイトを仕事のようにしている人だけしか使えないそんな金額になるのか、今まだ情報はありません。でも皆さん先ほども言いましたが、ここからです。ここからエクスポートをしました。もちろん今の動画は簡単にエクスポートできるんですが、これは PR ファイルというプロジェクトファイルとして出力できるんですね。ファイナルカットを持っているんですが、今、解説しているこの Mac の中には、ファイナルカットは入っていません。でも、ヴィンチリゾルブが入っているんです。ですからこの PR ファイルは、ファイナルカットプロの出力ができるので、ここを押してファイナルカット用の出力をしました。それがこれです。ダウンロードフォルダーの中に ZIP ファイルができましてこちらですね。フローラー1522なんとか ZIP というのが展開するとこれになったわけです。そこでダヴィンチを立ち上げます。
そしてファイルメニューから読み込みというのをしまして、タイムラインこれを選択します。そうするとダウンロードフォルダーの中のファイナルカットプロの XML ファイルこれがあるんですね。これを開くとこんな風になります。そこで OK を押します。すると32クリップが見つかりませんと言われます。探しますかということではいいという風にします。そうしましたら、このようにフォルダーを選択できる画面が出てきますので、先生の場合のマッキントッシュ HD Mac 内蔵ハードディスクですよね。これの中のユーザーの中の ID である村長 Mac これを開きます。そうしますとここにダウンロードフォルダーというのが見えます。そして先ほどのこれですね。これを開けます。この中のメディアというところにあったわけです。もう一度確認しますね。このメディアというところにいろんな MP4 なり音楽なりが入っています。音楽の方は MP3 でできているようです。そうしまして OK をします。どうでしょうか？このようにですね。ダヴィンチのタイムラインに読み込まれました。ですからダヴィンチで再生してみましょう。地球法ウィ君はついに限界を迎えていた。最後例えば、の切り札を出すしかない。強し、レッサー、頼んだ。はい。ここのクリップが口と合っていません。そういう時はこれをずらすというようなこともできます。そして、ここから上でですね、少しズームアップをしてみましょう。クローズアップという機能がダヴィンチにはあります。この部分がクローズアップされました。ちょっと見てみましょう。ここからです。はい。このように大きくなります。もっと大きくしてみましょう。しかない。強し、レッサー、頼んだ。まだ口パクとは合っていませんでしたが、このように動画ソフトに持ってきたら編集できるということは、言わなくてもわかっていますよね。ですからダヴィンチを使っている人、ファイナルカットを使っている方、Adobe のプリメーラこれを使っている方は、クローバー AI の方からプロジェクトファイルとして持ってくることができるので、後で加工をどんな風にでもできるということになります。今日は今一番注目と言っても良さそうな、フローバという動画エージェントというのをご紹介しました。そしてこのフローバ用のシナリオを作るソフトこれもですね、生成のソフト自身がベータ版ということもありますので、通常は3、4000円で販売をしたいという今までの先生の価格帯ですけれども、今回はですね、早く使ってみたいと思う方にはですね、1200円という価格で販売をしますので、概要欄のノート記事からご購入をいただくといいのではないでしょうか。チャット GPT で動くフローバ用の GPT。これで今回の動画も作ってみました。僕が実験してからですね、皆さんにご紹介しないといけないと思ってやってみました。2顔江島の村長先生の素晴らしい動画を、音声をリニューアルしてお届けしました。この動画が良いと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。またね。